本日は大阪福島駅にあるシューズラボトーチさんにお邪魔します。店主の松田真也さんに靴磨きをお願いしたいと思います。松田さんには以前靴磨きをお願いしたりとか、大阪での受注会の主催をしていただいたりと、なのでつながりはあったんですが、実際にこのお店に来て磨いてもらうのは初めてです。では、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。今日はこれをお願いしようと思って持ってきました。はい、これ完成したばっかなんですけど、僕自分に作ったビスコックで、軽く磨いて、で受注会の間ちょっと履いてたっていう感じです。なので、ほとんどプレメンテみたいな感じでお願いしたいなと思って。革はイルチアのちょっと昔のボックスカーフで。昔のやつなんですか？昔でも10年ちょい前だったんです。めっちゃきめ細かくて。そうなんです。磨きやすそうですね。虎とかが結構多い革で、この辺に虎が出てるんですね。で、あんまり、お客さん用には使えなさそうだったんですけど、1足2足分ぐらいだったら取れたんで、自分で使いました。全然これぐらいだとわからないですね。すぐ光ると思います。ですよね。僕の下手な磨きでも結構それなりに綺麗になったんで。松田さんに以前ナンバー13を磨いていただいた時、あれすごかったですからね。あれはね、本当にビカビカの。あれもね、でも面白い靴でしたね。なんか、同じ黒やけどちょっとコントラストがついててっていうね。結構この、形、あれにちょっと似てますね、ここが幅が広がったりね。あれは結構丸っこい感じ。これもちょっと丸っこい感じにしよう。結構ここは仕事やるんですね。そうですね。ちょっとお磨きさせていただきます。お願いします。はい。あと、お願いします。靴磨き選手権の決勝っていつなんでしたっけ？11月の9日、10日ですね。もうすぐなんですね。あと、ちょうど3週間ぐらいかな。3週間。3週間です。意気込み教えてください。意気込みはもちろんここまで来たら優勝ですよ。優勝ですよね。頑張ってください。いやでもね、本当に去年1回戦で落ちて、めちゃくちゃ悔しくて。で、もう、この選手権に向けてね、1年間、なんていうの、特訓して、対策立てて、で、それが、いい結果になったんで。具体的に練習、特訓っていうのはどういったことされるんですか？そうですね。まず、使う道具を全部一から見直して、去年のやり方っていうのが、普段自分がやってるやり方やったんですよ。で、それを、スピードを縮めてっていうことをやってたんですけど、正直なんか、それじゃ全然光らなくて、その選手権の磨き方をしないとダメやな。で、使う道具からすべて、組み直しましたね。時間が短いことに特化した磨き方があるってことですか？そうですね。使うワックスにしてもそうですし、工程とかも全部省けるとこは省いて、で、もう本当に最低限のコンディショニングだけで、あとはもう全部ワックスみたいな感じで組み立てたりとか。やっぱりね、全然、普段の磨きと全く違うんで、選手権の磨きって。皆さん、選手権用の磨きっていうのをもう、研究されてるかなと思いますね。なるほど。ちなみにこの靴完成時に、このバンプの部分のブローディングとメダリオンのあたり、ちょっとだけ茶色いクリーム入れて、少しだけグラデーションっぽくなってるんですよ。そんな感じでお願いします。わかりました。確かにちょっと濃いですね。そうです。履き地のあたりがちょっと白くなってるっていうのもあるんですけど。ここら辺結構残ってる感じですね。なんか松田さんって結構いろいろ面白いことやられてますよね。なんか年越しで煩悩108足みたいなとか、
そうですね。あれもう3年ぐらい前ですね、やったの。あ、もう3年前ですか。そうですね。あれはもう、めちゃくちゃしんどかったです。一番ゆっくりしたい年越しに。そうですね。108足靴磨いてるわけですからね。何時間かかったんでしたっけ？あれね、合計やってた時間は21時間ぐらい。21時間朝6時、12月31日ですね。の朝6時に起きて、で、終わったのが年明けの、3時か。夜中の3時だったんで。その間はトイレは行くとしてご飯とかは食べたんですか？そうですね。一応、なんかその、インスタライブでこう、ライブしてたんで、で、インスタライブのその、時間っていうのが4時間なんですよ。最長のライブの時間が。だから一応4時間に1回は休憩してたんで、なるほど。実質磨いてた時間的には18時間ぐらいなんですけど、まあそれでもね。18時間はね。18時間は終わった時、なんかもう顔がね、もう疲れ果てて、正気がなかったですよね。でね、本当にこう、みんなから靴集めて、で、108足磨いて、達成感はめちゃくちゃありましたね。そうでしょうね。多分ギネス記録じゃないかな。1日で108足磨くっていう。あれも、よくこう、それを知ってる方とかに、腕とか、筋肉痛とかならなかったんですか？気になりますね。言われるんですけど、腕はね、全然筋肉痛にならなくて、で、何が痛かったかっていうと、指ですね。指。クリームをこうずっと、塗り込んでる。ほぼ一日中、こうやって塗り込んでるんで、腫れてくるんですよ、指が。摩擦で。だから、翌日は指が、右手の指だけ、腫れて大きくなってました。楽しかったですけど、やりたくはないですね、もう。デリクリ入れただけでめっちゃツヤ出ますね。自然なツヤというか。葉っぱに入れるクリームはどうしますか？なるべくちょっと濃いめがいいです。濃いめ。じゃあちょっとボルドー。いや、エルメスレッドかな。ちょっとエルメスレッド。入れていきます。このパリジャンブラウンという色を入れていきます。そこまで濃く影響は出ないですけど、ニュアンス程度ですね。そういえば、マザさんって、あれでしたっけ、サフィールの、そうですね。公式の、あれなんでしたっけ？そうですね。サフィールのシューケアトレーナーという資格を持ってまして、基本的にはサフィール製品で全て、磨いてますね。サフィール製品は使われますか？使いますね。やっぱこのクレームはよく使ってますね。クレームはめちゃくちゃこうツヤも出るし、そうですよね。楽しいですよね。磨いててピカッと光ってくれるから分かりやすいし。あと匂いも好きですね。確かにね、こうなんていうの、あんまりこう靴クリームっぽくないというか。ですよね。それもなんか植物由来なんで、ほぼ主成分がね植物性のものなんで、あんまりこう石油系のものを使ってないというか、匂いもね、ちょっと本当に化粧品みたいな感じの匂いが。いいっすね。このパリシャンブラウンも結構いい感じに茶色っぽい感じが乗るかな。そうですね。結構
このパリジャンブラウンっていうのがすごい好きで、あんまりこう、色として有名じゃないんですけど、持ってないです。そうなんですよ。ブラウンとダークブラウンの間なんですよね、色的には。これ、ブラウンなんですよ。でこっちがダークブラウンなんです。確かにダークブラウンは結構濃いなっていつも思ってるんですけど。そうなんですよ。ダークブラウンじゃちょっと濃すぎるし、普通のブラウンじゃちょっと明るすぎる。確かに。時に赤みがかった茶色ですね。こういうパリジャンブラウンを入れてあげると、すごいちょうどいい雰囲気になることが多いです。これはね、もう本当に広めたいですね。買います、これ。パリジャンブラウンですね。めっちゃ汎用性高いです。グリーンのブラウン系とかにもよく。確かに。グリーンのダークオークの色にそうですね。似てますね。結構ね、ダークブラウンやとちょっと濃すぎたりするんで。ちなみにこの靴ちょっとエドワード・グリーン味を意識してます、ね。おー、なるほど。なんかエドワード・グリーンとかジョン・ロブって、有名モデルの他に、なんか知る人ぞ知るっていうかマイナーなモデルたまにあるじゃないですか。なんか別にそんなに変わってるわけじゃないけど、なんかちょっと組み合わせが変わってるなみたいな。これ普通プレーントーンにメダリオンだけとか、プレーントーンにバンプラインだけ穴飾りとかあんまりないじゃないですか。これなんとなく作ってたら、そういったグリーンとかジョンロブのなんかマイナー系モデルに似てるなって思ってきて。最初からこういうのを作ろうと思って意識したわけではないではないんですけど、アッパーできたらなんかそんな感じがしたんで、木型もこの丸っこさもなんかエドワード・グリーンの202っぽいし。ということでちょっとこうつま先バニッシュ上げみたいなのあるじゃないですか、グリーンって。そんな感じがいいかなと思って。やれますね、しっかりと。本当ですね。いいっすね。これ鏡面とか入れるんやったらかなり映えそうですね。バチバチに入れちゃってください。バチバチに入れます。ここら辺とか乗せるのがね、難しそうというか。難しそうですか。やっぱこういう直線の動きで乗せていくと、この部分ですね。は意識しないと乗らないんですよ。こう沿うように入れないといけないんですけど、このままこう流れでいってると、ここだけちょっと乗っちゃって、ここはあんまり乗ってないみたいな感じになるんで、こういうね、ちょっと絞りの強い靴は、そこら辺意識していつも乗せるようにしてます。なるほど。ちょっとワックスを乗せていきます。このワックスは、こっちボルドーですか？こっちボルドーですね。これはこっちが、ミディアムブラウン。ちょっと、ここのところですね。こう、つま先のところは、ちょっとこれを混ぜながら、濃いめに仕上げていこうかなと。こういう、ここが、広い靴って、すごい好きで。広いっていう。ここの、厚みですか？厚みですね。なんでかっていうと、普通に表面で磨きやすいんですよね。指結構太いんで、ここがね、薄いやつとかだと、あんまりね、乗らないんですよ。ここが、結構厚みのある靴とかだと、めっちゃ乗せやすいんで、すごいありがたいです。じゃあそこにこうポテッと厚みがあると磨き映えするってことですかね？そうですね。やっぱりこうしっかりと表面ツヤがバキッと出るんで、かなりこう雰囲気は変わりますね。ぼってりとしてるけどなんか端正な顔つきになるというか。なるほど。やっぱそこが表面のなんか面白いところですよね。なんか全然顔立ちが変わるというか。そうですよね。やっぱ作っててもう最後磨き入れるとっていうぐらいに雰囲気変わったりしますので。
ちゃ磨きやすいですね、これ。本当ですか。ああ、革質的に。革質やっぱりですか。うん。まだ、1、2週しか、ワックス乗せてないですけど、もうやっぱ、つま先とか、光り始めてるんで。そうですね。これ選手権の時に出てくれたら、ありがたいですけど。すごい磨きやすい。あと結構手刷りって、その革の繊維に影響があるみたいで、やっぱ引っ張ってすごく叩くんで、繊維がこう潰れて表面も平滑になりやすいっていうのはあるのかなと思いますね。なるほど、なるほど。叩くって結構相当叩くんですか？叩きますね。それハンマーみたいなやつで叩くんですか？そうですね。ハンマーで叩いたり、あと木の棒でこすったりとかもするんで。はい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 。かかとはなんか小ぶりな感じなんですね。そうですね。僕の足は割とかかと多分小さめな方なんで、靴作り的にはかかと大きい方が見栄えするんですけどね。抑揚がつくんで。やっぱ割と日本人の人だと小さいかかとで広い幅みたいになることがありますよね。そうですよね。僕もやっぱりどっちかというとそっちの。そっち派ですか。横のラインがもう光ってきましたね。ピカッと指で撫でててもこう光るぐらいなんですね。やっぱここがねしっかり光るとこうやっぱりこうシュッとした顔つきになるんで。靴はこの部分ですね。このラインを特に意識して強めに鏡面を入れるようにしてます。それは多めにワックスを塗るっていうことですか？そうですね。意識して多めに塗ってます。普段磨いてるとこうほぼ流れ作業みたいな感じで、いつも通り磨いてるとね意識しないと乗らない部分はあるんで。そうなんですね。のところまで濃いめに入れます。その辺って塗って後で割れたりっていうことはないんですか？そこギリギリを攻めます。ギリギリを。ギリギリ。塗りすぎるとね、おっしゃる通りバキッと割れちゃったりもするんで、僕の場合は結構最初にがっつり乗せといて、後でこうブラシで散らすことが多いですね。でそこから調整するみたいな。なるほど。塗ることでこうグラデーションをかけてあげると。靴磨きのワックスを塗ってる時のためみたいな時間じゃないですか今って。輝く前のしゃがんでる状態っていうか、いいですよね。僕もすごい好きで、あんまりこう、知ってる人やったら今からこう光るワクワク感っていうのがあるじゃないですか。で知らない人だと今これ何やってんねやろっていう状態で、で見た目はこう曇るじゃないですか。ほんまにこれ光んのかなみたいな感じのこう表情になってくるんですよね。お客さん、これ大丈夫ですかみたいな感じになるんですけど、こういざ練るに行った時に、僕らってもう一発でパキッと光るようにベースを作ってるんですけど、いきなりこうピカッと光った時にお客さんがおーみたいな顔でびっくりされるんですよね。その瞬間はもうたまらないです。確かに光るだろうっていう感じになりますよね。そうなんですよね。やってやった感すごいありますよね。
あれはもう、靴の表面磨きをやってて一番気持ちいい瞬間ですね。知ってる人は知ってる人で、また気持ちいいですけどね。確かに。どっちにしろね、やっぱり、お客さんにとっても、僕らにとっても、この光らす瞬間っていうのは、すごい気持ちいい瞬間やと思いますね。結構、ツヤ感的にビカビカが好みでしたら、ここからミラーグロス。はい。光るワックスですね。それを使います。まあ、自然な感じの透明感のあるツヤがお好きでしたら、このままビーズワックスポリッシュで仕上げるんですけど、どちらがお好みですか？そうですね。じゃあ、せっかくならビカビカで。はい。わかりました。この後、ミラーグロスを使って、さらにこう、光沢感を上げていきます。ケンさん、今年、靴作りで世界一取られたじゃないですか。はい。靴って今どこにあるんですか？この前ニューヨークでしたね。11月の半ばに伊勢丹ですね。じゃあ今、世界を転々としてるんですか？そうです。僕の手元に帰ってくるのは来年の5月ですね。めちゃくちゃ旅行してますね。そうなんですよ。一人で、靴だけ羨ましいことに。ついていきたいですよね。はい、本当に。あれってこう、投票かなんかで決めるんですか？まあ、審査員何人かいて、デザインの美しさとか、精度とか、そういうところを別にポイントで判定して、で、そのポイント合計が高いのが勝つっていう感じですね。すごい、やっぱりかっこよかったっすね。本当ですか？めちゃくちゃなんか、本当に西洋の甲冑みたいな。ああ、そうですね。生で見てみたいですけど。来年の5月以降は展示会とかに持っていくんで、よかったら来てくれた時見てください。だいぶ先っすね。だいぶ先ですけど。浅田さんって今靴磨き始めてどれぐらいですか？今、4年目ですね。4年目。この仕事始めてからっていう感じですけど。その前はサラリーマンやられてたんでしたっけ？そうですね。10年弱ぐらいサラリーマンやってて、4年前32の時ですね。に、この業界に飛び込んできました。4年前っていうとコロナの真っ只中。めちゃくちゃ真っ只中でしたね。もう今思ったらなんでこのタイミングに始めたんやって思うんですけれども。きっかけはあったんですか？きっかけはまあ、そうですね。やっぱり2020年の靴磨き選手権を、まあ、生で見たから、まあ、最後の後押しみたいな感じですね。その2020年の大会の時も、まあ、ちょうどコロナが流行り出したか、流行り出してないかぐらいの時で、開催できるんかな、みたいな感じだったんですけど。で、まあ、その時東京に住んでたんで、現地観戦して、銀座の三越ですね。そこで見て、やっぱり靴磨き職人ってかっこいいなと思って、まあ前々からこうちょっとこういうのを仕事にしたいなと思ってたんですけど。靴磨きはその前から自分でやられてたんですか？趣味の範囲ですけどね。でもなんか初めてこう、なんていうの、こう熱中してというか、時間を忘れるぐらいのめり込んだ、なんか趣味やったんで、これが転職なんじゃないかと、その時はすごい思い込んで、で、なんかもう熱くなってね。でも僕も最初靴作り始める時は、これだって思いましたからね。そういう時ってね、なんかもうとりあえずなんか走り出したい気持ちになります。なんかやってない時間がもしもったいないぐらいに感じちゃったりしますよね。でもやっぱり実際初めて僕はもっと早くやっとけばよかったなって思いましたし、今は全然後悔もしてない、もちろんねしてないですし。それ始めてすぐに店を構えられたんですか？そうですね。本当にだから修行とかもなく、最初は独学やったんで、まあもちろんお客さんが来るわけないですよね、最初は。
最初の1ヶ月ぐらいやったかな。普通にお客さんが来てくれるまで。ノーゲストが1ヶ月ぐらい続いて。その間に DIY とかしてました。時間あるから。逆に、その1人目のお客さんは何で来られたんですか？それはなんか予約サイト見て、予約サイトはまあ作ってたんで、来てくださって検索して。で、それもね、なんか、まあ本当に、忘れもしないというか、めちゃくちゃ印象に残ってるんですよ、最初のお客さんっていうのが。女性の方やったんですよね。で、なかなかこう、靴磨き依頼する女性っていうだけでも珍しいじゃないですか。でもこう、普通に革靴、まあ、結構しっかりとした、ドレスシューズみたいなの持ってきはって、もう、すごい、綺麗な靴だったんですよね。でもこう、インソールとか見ても、ブランドとか何も書いてなくて、これどこの靴やろうと、ずっと思ってたんですよ。で、見たらね、こう、指の中に女性なんですけど、すごい爪も短くされてて、指の中になんか黒いなんか、汚れみたいなのが溜まってたんですよ。で最初なんかこう、車のなんか、エンジニア整備士みたいな、そっち系のなんか油仕事、油をこう扱うような仕事の方かなと思ってたんですけど、まあ、ただその靴が、まあ、どうしても気になって、これ、どこの靴ですかって言ったら、それ私が作ったんですって言って、靴を、まあ、作られる方やって。それは仕事ですか？趣味でですか？まあ、仕事はその修理屋さんで働いてはったんですね。で、まあ、その一環で、まあ、趣味で靴作りをしてるみたいな方やって、もう、その聞いた瞬間、手震えましたよ。確かに、普通の一般の方に磨くよりは、ハードル高い。めっちゃ高いです。で、ましてやね、今までこう、人前でちゃんと磨いたこともないやつが、いきなり靴職人の自分が作った靴、表面磨きするっていうの。それが、一番最初のお客さんやったんで、本当に鮮明に残ってますね、記憶に。そのお客さんは表面磨きして喜んでくれたんですか？その方も、表面磨き勉強中みたいな感じで。それで磨きに持ってきたんですか？そうなんですよ。それでいろんな職人さんのとこに、持って行って、ちょっとプロの磨きを見たいなっていう感じで持ってこられたんですけど、その一番最初が、なぜか、僕のとこやったんですよ。なんでと思います。大阪で言うとやっぱり石井さんとか有名じゃないですか。で、石見さん、もともとなんか石見さんとは知り合いやったらしくて、でなんか知り合いなんでなんかちょっと気軽にこう聞けないから、石見さんとこはまあちょっと行ってないんですっていう感じだったんですね。そんな石見さんと知り合いで、靴職人で初めてこうね、僕のお客様ね、これで評判とかが出回ってね、世に出回って、あいつあんな産まないでとか、世に出回ったら、なんかもう終わりやなと思ったんですよ。最初の客でなんかもう終わっちゃったなと思って。もう実際仕上がりはうまくできたんですか？うまくできたんですかね。もうなんかその当時のことなんで、まあ当時としては、多分、そんなに変な磨きじゃなかったと思うんですけど、今見ると多分、ひどいんかなとか思ったりもしますね。まあそこからその方も来てくれなかったんで。でもそれはもう磨きを習得して自分のものにしたからかもしれないですね。そうですね。そう思いたいですけど、まあなんとか、そこから3年半ぐらい経った今も、僕は生きてられるんで、この業界で。そうですね。まあ、よかったんかなと。まあでも、機会があればね、本当に、リベンジしたいですね、それも。確かにそうですね。成長。そうですね。今の磨きを見てほしい。普段靴磨いてて、今回はなんかやけにうまくいったなみたいな時ってあるんですか？最近は少なくなりました。
っていうのがやっぱブレが全然なくなってきたんで、はい、まあ、毎回こう、うまくいけるなっていうのは、最近特にありますね。なんか特に、この、よし、うまくできたっていうのは、だいぶなくなってきましたね。昔はよくありましたけどね、やっぱりブレが多いんで。ネルで磨いていきます。相当長い間ベース作りされるんですね。そうですね。やっぱり、ベースを、まあ、本当にここで僕は決めてしまうんですよね、指で。なんかいつも言ってるんですけど、ネルで磨くっていう感覚よりかは、ネルはもう本当に曇りを取ってあげるだけみたいな感覚で僕は磨いてます。人によってはこうネルで磨き込むって人もいるんですけど、もうネルは、曇りを取ってあげるだけなんで、もう本当に優しく指を滑らしてあげるだけで、こうビカッと光ってくれるんですよね。よくこうなんですぐそんなにネルで光るんですかってこう質問とかお客さんとかされるんですけど、それはもうしっかりベースを作ってるからだけですね。もう指でしっかりベースを作ってあげて、ネルはもう曇りを取ってあげるだけみたいな感覚でやってあげると本当に魔法のように光ると。これ一回ネルかけただけでもここまで光るんでピカッと。さすが。すごい。まあ、これがやっぱりベースに時間をかけた理由ですね。まあ、こうした方が失敗も少ないですよね。結局。磨きの時になんでこうムラができたり失敗するかっていうと、要は水の水分の量とか、調整をミスって皮がこう染み込んで、ありますね。でこう浮かしてブツブツになったりとか、ムラができたりするっていうところがあると思うんですけど、そういうのでベースをしっかり作ってあげれば多少水多くてもワックス多くても、そんな失敗しないですよ。しっかりだからこう厚めに作ってあげるっていうことですね、コツは。ワックスってどっかぶつけたりするとそこを取れるじゃないですか。その場合ってそこだけを修正した方するのがいいんですかね。それと全体やり直すんですか。僕はもうめんどくさいんで、そこだけ修正します。それでこう全体自然な感じに戻るんですか。そうですね。テクはあります。あと簡単なところで言うとこういうクレームですね。クレームを全体にこうちょっと塗ってあげると滑らかになるんで。なるほど。少し溶かしてそうです滑らかにする。溶かしながらこう凹凸をこう全体的に慣らしてあげるっていう。表面の最後の仕上げに使ってもいいですし、ちょっとこう油分と油分でこう摩擦をこう軽減しながら溶かしていくっていう。それ今ネル生地変えたのには理由があるんですか。そうですね。こっちがまあ僕のオリジナルのネルなんですね。で、僕の磨き方的に最初ちょっと優しくこう磨いて、で今からちょっと水研ぎをしながら、ワックスをこう押さえ込んでいく、圧縮していくっていう作業なんですけど、僕のこのオリジナルネルってめちゃくちゃ薄いんですよ、生地が。触ってもいいですか。どうぞ。なるほど。で、これがさっき使ってた、リリーシェさんのネルですね。確かに。ふわふわしてるんですよ、こっちの方が。じゃあ優しくこう磨きたいときはこっちでやって、ちょっとこう圧力をかけたいときは、自分のオリジナルネルを使って仕上げていくっていう感じですね。なるほど。ワックスって
磨いたばっかりはちょっと緩いんで土台が、水をつけながら、ちょっと指の力をこうグッと入れて、押し固めるんですよ。そうするとこう透明感も出ますし、薄くて硬い膜ができるんですよ。確かにこっちよりもこっちの方が鋭くなってますね。そうですね。この鋭さを作っていくために、ネルを使い分けてるって感じです。ネルに持ち帰ってからワックスはもうつけないんですか？最後もう一回つけるんですよ。一回こう、僕最近やってるやり方があって、一回水研ぎして、で、さっき言ったみたいに、押し込んで、圧縮して、で、最後もう一回だけ、ワックスつけます。ちょっと押し込むと、やっぱ力かかるんで、どうしてもこう、鏡面の、表面に、小さい傷とかが、つく場合があるんですよね。で、それをちょっともう一回最後ワックスで軽く鳴らしてあげるっていう感じです。すごい磨きやすい靴で助かりました。それでよかったです。撮影の時ってね、やっぱりなんかこう失敗したらどうしようかな撮影してるのになんかうまいこといかなかったらとかやっぱちょっとね不安になる、ね、靴を見た瞬間よしと思いました。熊川とか来たらどうしようかなと。確かに。そうですね。そっち系のちょっと磨いたことない系の皮はちょっと不安、ね、なかなかねわからないですよね。感覚どこまで入れたらいいかとか。さっき言ってたこう、ブラシでこう後から散らすっていうのですね、今からやります。今結構ねここら辺とか濃いめに入ってるんですよね。で多分これまま入ったらやっぱここら辺とか割れてくるんですよ。でそれをこうちょっとブラシを化繊のブラシを使って鳴らしていってあげる。で鳴らしながらこっち方向にワックスを伸ばしてあげることで自然にグラデーションがかかってくれるんですよね。確かに取れましたね。そうなんですよ。こう一気にこう、なんていうの自然な感じになりますね。やっぱこのトップのところだけがこう光って、あとはこうじんわりとグラデーションがかかるっていうような感じに、仕上がります。人によっては最初からこうグラデーションを意識してしっかりと乗せていく方もいるんですけど、僕はねいかんせんめんどくさがりなんでいかにこうなんていうの楽に早くできるかっていうことばっか考えてるんで、そういう方法にたどり着きましたね。さらにヤギ毛でこう鳴らしてあげると、さらに自然なグラデーションがかかっていきます。で本当に最後の最後の本当の仕上げの水溶きをやっていきます。いいですね。こう正面から見るとこう面構えがはっきりと分かりましたけど、いい表情してますよね。してますね。
紐の通し方あります？シングルね。シングルとパラレルとかあるじゃないですか。はい。あれって通し方って実際そこまで履き心地とかって変わります？僕はカジュアルはパラレルで、ドレスはシングルで通してるんですけど、やっぱ紐が見えるのがスッキリするじゃないですか、ドレスにはいいかなって。多分締め心地的にはパラレルの方がしっかり締まるんじゃないかなと思うんですよ。人によってはなんか絶対パラレルみたいな人も結構いてるんで、昔は絶対パラレルでしたね。シングルなんてなんでそんな偏ったの締め方するのって思ってたんですけど結構なんかそこも過激派いますよね。なんかシングルにしてるだけでなんかシングルみたいな。あとシングル結構外羽だと羽が曲がりやすい、こう片っぽがグッと下から引くのに対して片っぽ横で引くじゃないですか。それでちょっと羽がずれやすいかなっていうのもあって、外羽だとパラレルにするっていうのもありますね。なるほどなるほど。ヤビタのシューツリーとか取るときとか入れるときとか人のやつめっちゃ緊張するんですよね。そうですよね。なんか壊しちゃったらどうしようっていうね。壊れないですけどね。確かに緊張しますね。力入れて抜くときにあって手滑ったりしないからですよね。一瞬で本当に油汗かくんですよね。汗かいて余計なんか滑りやすくなって悪循環。釣り入れるとまたちょっとなんか表情変わりますね。そうですね。ここが平たくなるっていうか、こうしっかり角度がついて。仕上がりました。ありがとうございます。いい靴ですね。いい靴ですね。月並みですけど、いい靴ですね。磨きがしっかりかかるとよりいい靴感が出ますね。少し濃くかかってますね。そうですね。ちょっとブラウンを入れていったんで、濃いめに仕上がってるかなと。ビシッと。かかとはなんかあれですね。これってちょっとグラデーションっぽくなってますか？下にかけて。そうですね。さすが。すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと履いてもいいですか？なんか靴って靴紐をほどいてる時って良くないですか？なんか。履いた後も履く前もですけど。なんか贅沢な時間ですね。この現代でなかなかね靴紐ほどいて、結んでっていう人は少ないですけど、それはあえてね面倒くさいけどするっていう時間がいいですよね。この履いてるローファーはコードなんですか？そうです。新コード版。ちょっと見せてもらっていいですか？結構履き込んでます。そうですね。割と最近それはよく履いてる。色もいいっすね。バーカンディ。某オールデンらしく作ってみました。ね、似てるなと。オールデンとロペスの中間みたいな。確かにこのね、その先端の形とか、ちょっとロペスっぽいというか。いいっすね。引き締まりますね。ですね。磨くと別の靴みたいな感じになるので、
それはそれで面白いですよね。僕普段自分で一人で作ってると、靴、実験台、練習として実験として作ったりするんですけど、完成したとしても悪いところばっかり見ようとするっていうか、改善ポイントはどこだろうなって探すんですけど、でなんか磨いてもらって他の自分じゃない人の手が入ると、なんか靴好き、純粋な靴好きとしての気持ちが蘇るというか少年のような。そうなんかいい靴履いてるなっていう、そういう靴好きで靴を集めた時のなんかちょっと気持ちがその時だけは、湧き出てきますね。単純にこう磨いて綺麗な靴履くと、なんかそういう気持ちになりますよね。そうですね。かっこいい。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい磨きありがとうございます。また今後も、大阪で靴フェスありますし、今後もいろいろぜひぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは靴磨き選手権、決勝頑張ってください。そうですね。優勝を目指します。応援してます。では、今日はシェズラボトーチの松田さんに靴磨きをお願いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。